はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。フレア58を理解しよう。今回は、このフレア58プラス2に付属してくる2種類のバスケット、ローフローバスケットとハイフローバスケットの違いについて、ざっくりとご紹介したいと思います。これがローフローバスケット。で、こっち側はハイフローバスケットと言います。見てもらってわかる通り、バスケットの形が違うんですけれども、ざっくり言うと、このローフローバスケットっていうのは、抽出の時の圧力がかかりやすいバスケットになってます。だから、コーヒー粉の粒度が多少粗くても、抽出に必要な圧力がかかるようなバスケットになってます。で、それに引き換え、こちらのハイフローバスケット。こちらの方は、ローフローバスケットよりもコーヒー粉の粒度がより細かい粒度を使えるようなバスケットになってます。でコーヒー粉の粒度が細かくなるっていうことは、味わいはこっちの方が美味しくなるっていうことです。でざっくりこの違いを言うと、グラインダーの性能の違いで使い分けるような格好になります。でこっちのローフローバスケットの方は、どちらかというと、グラインダーの性能があまり高くないグラインダー。例えば、細かく流度の設定ができなかったり、あと、流度の揃いがあまりよろしくなかったりするようなグラインダーを使っている場合は、こちらのローフローバスケットの方が、使いやすいです。で、逆に、高性能グラインダー、細かく流度設定ができますよ。あと、流度の揃いがいいですよっていう場合は、こちらのハイフローバスケットの方を使った方が、より、味わいのいいエスプレッソを抽出できます。じゃあ、これ実際に抽出したらどれぐらい、例えばね、抽出時間なんか違うのかっていうのを、今、実際に抽出してみたいと思います。まずは、このローフローバスケットから抽出してみようと思います。それでは 18g の豆をグラインダーでひいていきます。おじさんはニシェデュオというグラインダーを使用しています。で、多分画面で確認できると思うんですけれども、メモリはダイヤル 9.5 にセットしてあります。でこのニーシェデュオは日本では売られてないグラインダーなんですけれども、ニーシェコーヒーから提供してもらいました。83ミリのね、フラットバーを使っているとても優秀なグラインダーです。で、このようにコーヒー粉を引きました。では、ポルタフィルターをセットして、カップをセットします。お湯を注ぎます。レバーを上げて、電源オフ。完全にお湯で満たしたところで、抽出を開始します。まずは3バール。ゆっくりと9バールまで上げていきます。
36g まで。少しずつ圧力を下げて、抽出終了です。こういう感じですね。抽出自体は42秒。大体ベストな抽出だと思います。今見ていただいた通り、ローフローバスケットでもきちんと流度設定を行うと、かなりね、上質なエスプレッソが抽出できます。こういう感じです。回してみても、これね、ちゃんとかき混ぜてからいただきます。自分で言うのもなんですけど、結構美味しいエスプレッソが抽出できました。で、これがね、このハイフローバスケットを使うと、どういう風に変化するのか、ちょっと見てみたいと思います。今度はこのハイフローバスケットをセットします。それじゃあ同じように 18g の豆をグラインダーでひいていきます。で、2つのバスケットの違いがよくわかるように、粒度はダイヤル 9.5、先ほどのローフローバスケットと同じ粒度でコーヒー豆をひいていきます。引き終わりました。では準備ができたので、ポルタフィルターを本体にセットします。カップをセットして、お湯を注ぎます。お湯はちなみにどちらも93度で注いでます。レバーを上げたら、プレヒートの電源をオフにして、チャンバー内を完全にお湯で満たしたら抽出を開始します。何秒違うのか見ててください。まずは3バール。から圧力を上げて9バールに行きます。36g を目指していきます。ちょっとオーバーしましたけどね。33秒。さっきが確か42秒だと思うので、もう9秒、10秒近く抽出時間が短くなりました。10秒っていうと、おじさんの使ってるこのニーシェデュオでも、そうだな。1メモリ近く粒度が違うので、この高性能グラインダーでも1メモリ違うということは、そうじゃない、レギュラークラスのグラインダーだと結構粒度が違うと思います。エスプレッソ自体はこんな感じで、悪くないようには見えるんですけれども、ちょっと飲んでみようかな。
かき混ぜて。ちょっと飲んでみますね。悪くはないんですけど、どっちかというとやっぱり少し酸味が立つ感じですよね。時間が早いので。フレア58を理解する第2回ローフローバスケットとハイフローバスケットの違い。いかがでしたでしょうか？実際にね、抽出してみて、同じ粒度で抽出すると、おじさんの環境でですけれども、ローフローバスケットとハイフローバスケットで抽出時間が9秒も違う。それだけ9秒分、ハイフローバスケットの方はローフローバスケットよりも粒度を細かく設定することができるということです。コーヒー粉の粒度を細かく設定できるということは、それだけ抽出効率を上げることができて、コーヒー粉の成分を取り出しやすくなるということなので、風味が豊かになる。味わいも変わってくるということになります。だからハイフローバスケットを使うためには、高性能なグラインダーが必要になります。で、逆にそこまでコーヒー粉の粒度を細かく設定できない。また、細かいだけじゃダメなんですよ。粒度が揃ってないと圧力を高く維持できないので、そこまででもないレギュラータイプのグラインダーをお使いの場合は、ローフローバスケットの方を使った方が、ハイフローで失敗するよりは、ローフローでしっかりと均一に抽出した方が美味しいエスプレッソが抽出できます。その違いを理解して使用していただければと思います。あと、ローフローバスケットの違う使い方として、逆に積極的に粒度を粗く設定して、味わいを普段と変えるっていう使い方もあります。また今、後でね、またじっくりやろうと思うんですけど、去年の中盤ぐらいから、ステップダウンバスケットっていうのが各メーカーでちょっと流行り出してきました。58ミリのバスケットを例えば49ミリに変更したりとか。そうすると、粒度が粗く設定することになります。で、粒度を粗く設定すると、コーヒー粉の粒度が粗くなれば、成分の出方が変わってくるので、58ミリのバスケットとはまた違った味わいが楽しめるというので、各メーカー出してきたりしてますので、それのね、似たような使い方をこのハイフローとローフローの使い分けで味わいを変えて楽しむことができるというのも使い方の一つだと思いますので、それぞれ試してみてください。それじゃあ今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また何か質問等がございましたらコメント欄の方にお気軽にお願いします。答えられる範囲でお答えさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。